皆さんこんにちは、みのみです。今日は私も実際にインビザラインという歯列矯正を選んで歯の矯正をしてきて、その実体験をもとにお話をしていこうと思います。こんな感じの流れで進めていこうと思いますので、もし今現在歯列矯正考えている方だったり、インビザラインも気になってるんだよなって方いらっしゃれば、今日の動画参考にしていただけると嬉しいです。ワイヤー矯正とマウスピース矯正の2種類あって、ワイヤー矯正の中でもこの歯の表ですねにワイヤーをして矯正をする方法と、あと歯の裏にワイヤーをつけて矯正する方法っていうのがあるんですね。で、矯正期間中はワイヤーをずっと歯につけて固定していくことになるので、特に取り外しなんかはできません。そしてマウスピース矯正っていうのが名前の通り、こういったマウスピースをつけて矯正をしていくもので、ご飯を食べる時とか歯を磨く時はこのマウスピース自体を取り外す必要っていうのがあります。私はこのマウスピース矯正の中でもインビザラインっていう矯正方法を選んで進めていきました。このインビザラインっていうのはマウスピース矯正の中でも一番の症例数があって、全世界で1400万人以上が使用した実績があるかなりメジャーな矯正方法になります。インビザラインが向いてる人ですね。これはもう本当にこれができるかできないかによってマウスピース矯正選んでいいか悪いかってくらい大事なことになるんですけど、それがマウスピースの装着時間をきちんと確保できるかっていうところです。もうそれに尽きると思います。というのもマウスピース矯正って1日20時間から22時間マウスピースをつける必要っていうのがあって、残りの2時間から4時間以内に飲食だったり歯磨きっていうのをする必要があるんですね。もうこれはご自身の生活習慣に合ってるかっていうのがやっぱ大事で、例えば会食が多い人であったり間食が多い人、あとは気になるほどではないんですけど、やっぱマウスピースつけてると若干滑舌が悪くなったりするんですね。なので人前でお話しする機会が多い人なんかはもしかしたら要注意なので、例えば歯医者さんとかに相談してしっかりと検討した方がいいかもしれません。これはもちろん、一応参考までに聞いてほしいんですけど、私の場合はインビザラインによって抜歯、歯を抜くことを回避することができたんですよ。というのも、最初ワイヤーで行うワイヤー矯正を検討していて、3軒の歯医者さんでワイヤー矯正の見積もりっていうのをしてもらったんです。で、その3軒とも見積もりの時点で上下2本ずつ合計4本の歯を抜く必要があるって言われてしまったんです。3件も行って歯を抜く必要があるって言われて、抜歯自体はしたくなかったんですけど、もう仕方ないのかなーって半ば諦めてた時に、マウスピース矯正、インビザラインを専門とする歯医者さんのところに行って無料相談に行ってみたところ、私の歯では抜歯する必要がないよと言われて、その場でそこの歯医者さんにするってことを決めたっていうのがありました。治療の流れですね。まず歯医者さんで最初に口の中の 3D シミュレーションっていうのをこうやって機材口に入れて写真撮っていくんですよ。それをもとにマウスピースっていうのを作っていきます。2週間後ぐらいに歯医者さんに行って、その時シミュレーションしてもらったこのマウスピースっていうのをもらうんですね。で、私が最初に作成したマウスピースっていうのが46枚ありました。マウスピースの付け替え期間なんですけど、これはこの1枚のマウスピースでだいたい10日から2週間つけて、付け終わったら形が変わった新しいマウスピースっていうのをつけて、それをずっと繰り返していく形になります。治療経過や歯の状態を見て先生が判断することになるので、1枚つけてる期間っていうのは人によってそれぞれだとは思うんですけど、だいたいこの1枚につき2週間以内で付け替えることが多いと思います。マウスピースをつけたらこういったチューイといってゴムを噛んでいくんですね。で、これ噛むことによってマウスピースを歯にしっかりと密着することができるので、矯正っていうのがより効果的になると言われています。そして歯にポチポチみたいなアタッチメントっていうのをつけていくんですけど、これを何箇所か歯につけていくんですね。これもその人の歯並びとか治療の経過によってつける場所っていうのは変わってきますし、私は矯正期間中に結構何回か場所付け替えたりしてました。これをつけることによってマウスピースを装着している時にずれるのを防いで、さらに密着する効果があるので、このアタッチメント結構大切なんですね。ワイヤー矯正とかってワイヤーが歯にぶつかって
口内炎できて辛いなんて話よく聞くんですけど、マウスピース矯正に限ってはそういうことってあまりないのかなって気がします。そして私は治療の折り返し地点ぐらいからこういったゴムをマウスピースにつけて矯正っていうのをしていきました。こんな感じですね。で、人によっては寝る時だけにつけるっていう人もいれば、私みたくもう四六時中マウスピースつけてる時は基本的にずっとつけるっていう人もいますし、人それぞれだと思います。こんな感じでマウスピース固定していくんですよね。引っ張る力を利用して歯を動かしていくことになります。痛みに関してなんですけど、これはちゃんと決められた時間をマウスピースちゃんと装着できてるかによると思うんですね。私の場合結構ビビりというか、結構ビビりな性格で、1日20時間以上装着してくださいねって言われたら、あ、やばいやばい、歯が動かなくなっちゃうみたいなちょっと焦りっていうか、そういうのがあって、割と装着時間守っていたっていうのもあったおかげか、あまり矯正期間通して強い痛みっていうのを感じたことはなかったんですよ。ただ旅行に行った後とか会食とか飲み会が続いて装着時間あんまり確保できなかった時に、そのまま新しいマウスピースに付け替えた時にですね、割と痛みを感じるっていうことはありました。おそらくなんですけど、一つ一つのこういったマウスピースって目で見ても本当にわからないぐらい少しずつ変化していっているので、きちんと装着する時間を守っていれば大きな痛みって出ることってあんまりないんじゃないかなとは思っています。矯正期間はこれ正直言うとかなり長かったです。私は合計で2年と9ヶ月かかりました。3年弱ですね。最初の見積もりでは約1年で終了するっていう見積もりだったんですけど、延長期間が続いて、このシミュレーション自体3回なので、マウスピース自体も3回作り直して、投資で約100枚近くのマウスピースを使用して矯正をしたことになります。これは私の歯自体が動きづらいっていうのが一番の理由ではあるんですけど、さらに付け加えると、これもともと歯並びが良くなかった人あるあるで、歯並びを直してしまうと、もともとガチャガチャだった人ってこのガチャガチャの歯が並んでいる状態だったじゃないですか。それを直すことによって歯と歯の隙間が目立ってしまうブラックトライアングルっていうのが私結構できてしまったんですよ。特にこの前歯部分と下っていうのに結構できちゃって、なかなか見た目もちょっと良くなかったし、目立つこの上の歯の部分だけブラックトライアングルを直すことを目的に治療を延長したっていうのがあったんですね。そういうのもあって時間がかかったっていうのはあります。なのでこういう不足じゃないけど、こういった事態も含めて歯の矯正期間延長するっていう可能性もなきにしもあらずなので、矯正期間の保証の期間ですねっていうのをあらかじめ歯医者さんに確認した方がいいかもしれないです。私の歯医者さんでは矯正を開始してから約3年以内であればシミュレーションをし直してマウスピースを再作成することが可能でした。メリットはやっぱりマウスピース取り外しができるってことじゃないですかね。これはやっぱご飯とか飲み物を選ばずにマウスピースを外した時に摂取できるっていうのと、食後にいつも通り歯が磨けるのっていうのは結構楽というか清潔に保てるっていうのがあって、私はやっぱそこ一番大きかったと思います。あとはやっぱマウスピースほとんど目立たないので、つけてることって結構バレなかったっていうのは良かったなと思っています。インビザラインって全世界でやっぱ一番実績があるマウスピース矯正なので、こういうマウスピース矯正ってやっぱシミュレーションっていうのが命で、過去の症例のデータと自分の歯並びを見て最適かつ最短な治療っていうのを出していくんですね。なのでやっぱ実績があればあるほどより良い治療ができるとは思うんですよ。そういった意味ではやっぱ実績があるって結構プラスなんじゃないかなとは思っています。デメリットはこれ私にとってはすっごく大きくって、それが虫歯だったんですね。で、他の動画でもこの話をしたら、もうピノミが、私自身が歯の磨き方とかそういったお手入れがちゃんとできてないからだなんていうコメントもいただいたりしてて、確かにそうなのかもしれないんですけど、一応なるべく毎食食べた後歯磨きっていうのはやっていたし、寝る前にこのフロスとマウスウォッシュっていうのは必ずして、3ヶ月から4ヶ月に1回は歯医者でクリーニングっていうのはしていたんですね。それでもやっぱりお手入れが十分じゃなかったっていうのももちろんあるんですけど、きっとなんですけど、私の場合マウスピースをしていることによってやっぱ唾液が行き渡らなくなったことで虫歯になりやすい体質だったんじゃないかな
ってちょっと思っているんですよ。マウスピース矯正中歯虫歯になったことがないよっていう人もいらっしゃったみたいなので、これは本当にその人の体質によるのかなって思っています。強いて言うならやっぱりワイヤー矯正に比べるとインビザラインの矯正ってだいたい体感としては2割ぐらい金額高くなってくるのかなってところですね。これが矯正を始める前の歯並びと矯正後の歯並びを比較した写真なんですけど、見ただけでもだいぶ変わってますよね。あと正面から見ると分かりづらいところもあって、私実際出っ歯だったので、その出っ歯が引っ込んだことによって出っ歯が改善されて顔の輪郭も結構整形級に変わったなって感じています。こうやって以前の写真と比較しても変わったのって分かりますよね。費用は私の場合はまずシミュレーション代に4万円、そしてマウスピース矯正自体に96万円、そして矯正が終わった後のリテーナーのマウスピースを作成するのに2万円だったので、合計で102万円かかりました。矯正後のお話なんですけど、やっとマウスピース矯正終わった、解放されるっていう解放感めちゃくちゃあるじゃないですか。で、解放感出るかもしれないんですけど、ちょっと待ってください。実は矯正が終わった後っていうのがとっても大事で、補定期間といって綺麗にした歯並びが後戻りしないようにするこの作業っていうのが実はとっても大事なんです。歯って元に戻ろうとする力ってすっごく強くって、これを防ぐのが補定期間で、補定の種類には歯の裏にワイヤーをつける方法であったり、あとマウスピースをつけて後戻りを防止するっていう方法があるんですね。で、私はマウスピースを使って補定をしていました。こんなに何年単位でマウスピース矯正したのにがっかり感あるかもしれないんですけど、最初の数ヶ月はほぼ1日マウスピースつけて、その後は寝る前とか寝る時だけに装着するっていうのを続けていく必要があるんです。寝る間だけならなんとか続けられそうですよね。この補定期間甘く見てると、本当に矯正終わって初期の頃は1日サボっただけでも補定用のマウスピースつけると、あれなんかきつくなったぞっていう風に感じるぐらい歯って動きやすいんですよ。補定期間自体は一般的に矯正でかかった期間かける2倍の時間が必要と言われていて、私はすでに矯正が終わってから矯正期間かける2倍の期間もうすでに過ぎてはいるんですけど、まだ寝るときはほぼ毎日マウスピースをして寝ています。人間の歯ってやっぱ動きやすいですし、元に戻ろうとする力働くので、補定期間が終わっても毎日じゃなくてもいいんですけど、気づいたらマウスピースをしてあげるっていうのがいいのかなって感じはしています。はい、これからも歯の歯列矯正であったりホワイトニングについての動画たくさん配信していこうと思いますので、もし本日の動画少しでも参考になったよって方は高評価とチャンネル登録の方よろしくお願いします。それではまた皆さんお会いしましょう。またねー。